んにちは、トバログです。今回はですね、この部屋でちょっとカバンの中身取材をしていこうと思います。今回来てくれたのは、じゃんこんにちは、インドレッションの宗介です。はい、ありがとうございます。宗介さん来ていただきました。宗介さんはですね、こんな感じでもともとブログとか YouTube をやっていながら、現在はですね、僕らの界隈で言うとこんな感じのすごい折りたたみが最高にクールなコンパクトなキーボードを展開されていて、で結構ブランドの雰囲気とかなんですかね、フォントまで今作ろうとしてたりとか、そういう世界観が最高にかっこいいなと思っていて、今回どんなカバンの中身なんだろうっていうのをねちょっと見せてもらおうかなと思ってお呼びさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと長いですもんね。で結構そうですね、ネット上だと、はい、長い。いつぐらいでも自分鳥羽さんからアクションもらったのは、はい、DIY でデスクを作った時に、いいですねっていうのをツイッターで、今の X ですね、コメントいただいたのが最初だっていうふうに覚えてます。そうなんですね。はい、何年前だろう。いや結構、ブログ始めて7年前ぐらいですか。そうですね。2018とか19とかのあたりだと思います。ちょうどブログが、僕らのなんていうんですかね、ああいうちょっとしたものとかガジェットにフォーカスしたブログが一番楽しい時期ですね。そうですね。本当に鳥羽さんもそうですし、堀口さんとかも、その頃の、ピークの人たちがいた時期なんで、今は皆さん YouTube ですけどね。そうですね。宗介さんも含めみんな YouTube やっているっていう形で、今回はちょっとキーボードとかの話もそうなんですけど、カバンの中身とか、あとそのおしゃれなっていうか、なんか独特な世界観あるじゃないですか。結構海外っぽい雰囲気の世界観とかがあったりして、そういうなんか発想の源流ってどこなのかみたいなところも含めて、ちょっとカバンの中身掘り下げていけると嬉しいです。というわけで早速いってみましょう。はい、はい、昨日いっぱい話したからちょっと流暢にいけましたね。本当。はい、というわけで宗介さんのカバンを見せてください。はい、こちらですね。ちっちゃ。こちらはアエタっていうブランドの、ウエストバッグですね。あ、本当だ。ウエストバッグだ。ちょっと裏から見ると、おお、本当だ。ガジェット好きというか、界隈からするとめちゃくちゃちっちゃいんじゃないですか。そうですね。基本的にここで完結するようにしていて、これでできないのはもう家帰ってやるっていうふうに決めてるんで、仕事行く時もこれですし、ちょっとカフェ行く時もこれですし、車の中にちょっとポンと乗っけて移動してるような感じですね。おー、かわいい。一応斜め掛けもできるんですけど、結構ここマチ太いんで、あんまり斜め掛けっていうよりかはウエストにかけたり、基本的にそんなに使わないんで肩にかけて使うことが多いですね。なんかそのワンポイントというか、そのファスナーの革のとっても可愛いですね。そうなんです。結構長めの革でしっかりしてますし、開け閉めしやすいんですごい重宝してます。じゃあその中にどういうアイテムが入ってるのかをちょっと見せてもらえると嬉しいです。はい。はい。これで全部ですね。そこにいろいろ入ってるんですね。そうなんです。カバンの中身を見ると結構やっぱガジェットというかガジェット系の感じは結構漂ってはいますね。そうですね。はい。このカバンの中身のコンセプトみたいなのって何かありますか？そうですね。基本的にコンパクトにまとめたいっていうのがあって、持ち運びした時に、持ってて使わないものがあるともったいないなっていうのが、すごくあったので、一応もう必要なものだけをまとめられたらこのぐらいになったっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ1個ずつちょっと紹介してもらいたいんですけども、iPad mini と自作キーボードのドレッシングです。iPad は iPad mini をもうずっと使っています。で、これは iPad mini、17 Pro ですかね。一番最新のやつを買っていて、普段はもう何でもしちゃうんですけど、ブログ書いたりしてた時はテキストの、入力もしてましたし、今回の、キーボードの
設計とかもやっぱりコンセプトとか決めるのに文章ベースで考えることが多いんで、そういった時にもテキスト入力使ってますし、なんか iPad って3種類ぐらいありますけど、はい、なんかミニを選び続ける理由みたいな。まずは小さいってことですね。部屋でもパソコンいじることほとんどなくって iPad で全部済ませたいっていうのが、一番。 12.9 インチも前使ってたんですけど、それだとちょっとパソコンっぽい使い方しかできなくって、iPad らしい使い方したいなと思って iPad mini を使い続けてます。カバーはモフトのカバーを使ってます。いろんな立て方ができるっていうのが、特徴で、やっぱりキーボードを使う時に画面は浮かせて使いたいっていうのが一番あったんで、意外と浮かせるのはいろいろあるんですけど、安定感が微妙なのが多いんで、これはすごいタッチしてもそこまで、違和感なく操作できるっていうのもあって、ここにこう挟むとなんか縦置きもできるっていうような感じで、ただ自分はこれかこのままこうしてこっち側ですごい、はい、ペン使うときは使ったりしてますね。いやすごいな。 iPad プラモデルみたいですね。そうですね。いろんな組み立て方で使えます。それと組み合わせて使っているのがこの自作キーボード、宗介さん自作そうですね。自作キーボードのドレッシングと言います。なんか自作キーボードとかで言うと結構買ってきたキットを組み立てて作るっていう人がほとんどというか、それ自体が自作キーボードって感じだと思うんですけど、宗介さんは基板からこの側から全て自作しているってことですよね。はい、そうです。iPad mini 専用のキーボードって、作った当時はなくって、一緒に使うにはそれ用のキーボードが必要なんじゃないかというふうにしてコンパクトなキーボードを作りました。いやめちゃくちゃいい。このサイズ感に収まるキーボードって確かにあんまりなくて、分割でとかはあったりするけど、このギミックがあれですよね。折りたためるんで、かわいいバタフライみたいな。それどういう風になってるんですか？ここの部分はフレキですね。フレキシブル基板なんですけど、ガジェットとかバラすと中に薄い基板が入ってるんですけど、これを厚くしたバージョンですね。だからもうこの字のままでこう出てても大丈夫だし、はい、大丈夫です。これはロゴですか、もしかして？はい、ここはドレッシングロゴ。ロゴを入れてます。ドレッシングというかインドレッションのロゴですかね。はい。なんか市販のものを作ってとかじゃ満足できず、多分自作されてると思うんですけど、はい、なんかどういうところがこだわりとかですか？そうですね。一番はこの iPad mini と同じ幅にしたかったので、本当だ。ジャストの本当だ、ぴったりですね。サイズにしてます。すごい。はい、そう設計からしてるからぴったりになるわけですね。そうですね。やば。ここの R も下はiPad mini にそうなんですね。合わせるようにして。すごい。本当にもう iPad mini のために作ったんだなっていうふうに思われるようにして作りました。いやそれはもう自作っすね。そこまでいくと、はい、これがなかなかなくって、このなんか折りたたみできるギミックみたいなのは、なぜ取り入れようと思ったんですか？コンパクトに持ち運べるようにしたいなというところがあって、意外となんか幅が広いバッグっていうよりかは街が大きいバッグの方がポケット多かったんで、こういう折りたたんで厚みが出ても幅がちっちゃい方が意外と持ち運び便利だなっていうところもあって採用してます。なるほど。よく使うのとかってどの辺ですか？そうですね。一番はやっぱりここら辺の今チャット GPT 一番使ってます。どういうので使います？やっぱり翻訳ですね。翻訳っすよね。結構インスタとかでメッセージもらうんですけど、インスタの翻訳とはやっぱり精度が違うんで、これは何のソフトですか？これはアフィニティデザイナーを使ってます。iPad で使えるあれですか？イラストレーターみたいな。そうですね。イラストレーターと同じイメージで使える。やっぱり iPad だともう本当に直感的に使えるんで、逆にイラストレーターとかMac 使ってグラフィックをすることができないんで基本的にフォントも最終的にはMac のフォント制作のソフトで書き出す形にはなるんですけど、自分あんまり手書きが得意じゃないんで、ちゃんとした形にまずこのグラフィックソフトで形を作ってイメージを
膨らませていくような形ですね。すごい A の形がいろんなパターンがありますね。今ちょっとこれだけなんですけど、うん、ちょっと太い、フォントだったり細いフォントのバリアブルフォントにしたいなというところもあって、今そこの開発をしております。おー、すごい、はい、どういうとこから着想を得るんですか？そうですね、フォント作ってみたいなとか。フォントは基本的にやっぱり、これはフォントで選んだキーキャップなんですけど、もうこれがもう売ってないっていうことと、はい、あとは基本的に自分で使えるフォントがあると、それこそ YouTube とかなんか読めなくても、テロップ的のテロップのタイトルみたいなところとかでフォントあるだけでアクセントになるなっていう簡単なのを、こういうグラフィックでわざわざやらなくても、フォントとして登録してしまえば編集の段階で好きな文字を入れたりっていうのができるんで、そしたらなんかもう作っちゃった方がいいかなっていうのでそれは確かにそうですね、はい、思っちゃいました。今ちょっと動画編集はダヴィンチでやってるんですけど、写真の現像もダヴィンチでやってます。そうなんですね。いや、めちゃ確かに楽ですよね、色の波形見ながら。そうなんですよね。なんか自分モネっていうグレーディングのソフトなのかな、いろんな色味を作れるという面白いソフトというか、はい、結構色味を作るのにはやっぱりダヴィンチが一番かなっていう風な感じで iPad でも使ってます。なるほど。やっぱダヴィンチは僕もパソコンで使ってますけど、iPad でやるのすごいな。キーボード的には基本、はい、カット編集する時とかは、はい、キーボードを使ってって感じですかね。はい、そうですね。キーボード、これ自作キーボードの一番の魅力がキーを自由に割り当てられるんで、カットをこのボタンにするとか、前から全部こっちを消すとかっていうのをワンボタンでできるのが一番の魅力なんで、普通のキーボードとして使っている時と違うレイヤーを切り替えて、マクロパッドとしてこっちでは動画で使ってます。これも iPad で設計とかもしてるんですね。はい、そうですね。iPad で設計して、要はこういうプレートは 3D プリンターでも自分でプリントしてもらえるように配布したりとかしてるんで、そういうのは設計してますね。 iPad で。すごい。なんていうソフトを使ってるんですか？これは Shaper3D っていうアプリだったかなと思います。iPad で使うんであればこれが多分メインで、ただ結構月4万ぐらいするんで、月じゃない、年4万ぐらいするんで結構高いんですけど、一応無料でも使えるソフトになってます。商用利用するとそんぐらいかかるみたいな。そうですね。書き出しがそもそもできなかったりとか荒かったりとかっていうのがあるんで、このキーキャップがやっぱめっちゃ可愛いですよね。なんか時々見かけるんですけど、はい、ゲシュタルトキーキャップっていうキーキャップで、今もう売ってるかどうかわかんないんですけど、バウハウスの、デザインを元にしたっていうふうにはデザイナーの人は言ってたんですけど、宗介さんはもともとこういうの専門でやってたとかなんですか？いや、普段はキーボードは全く使わない仕事なんで、本当趣味でしかキーボード使わないんですけど、もう設計とかも仕事ではしないですし、エンジニアでもないし、プログラム書いたりもしないんで、本当に普段は、キーボードとは無縁の、仕事をしていますね。どんな感じの仕事とか？そうですね。普段はアパレルの販売員をやってるんで、本当にもう全然そうなんです。対極ですね。そうですね。ガジェットなんかは何もないところで。すごい。それも、はい、なんかめちゃくちゃ面白いのが、そんな職業からこういうキーボードを基盤から設計してるっていうのと、世界観がすごい作り込まれてるキーボードだと思うんですけど、その媒体インドレッションとかこのドレッシングのブランディングの方向性的には結構その本業の方が生きてるのかなみたいな、なんとなく。そうですね。結構ファッションが好きというか、そこまでなんかファッションがなきゃ生きていけない感じではないんですけど、やっぱり気分が上がるものが、欲しいなっていうところはもともとあったんで、見た目はやっぱりこだわって、作ろうと思ったのが一番の目的というか、これは一番最近買ったケーブルです。ケーブル自体はサミュエル・スモールっていうブランドのケーブルにホームエコノミクスエクスペリエントっていう、ユニットですかね、デザインユニットなのかな、がコラボして作った
ケーブルになってます。海外のやつですか？こっちケーブル自体は韓国のブランドで、こっちは日本の方だと思います。すごい、はい、なんか珍しいですね。そうですね。これ奥さんが新潟でなんかポップアップするっていうので、行きたいって言った時に見つけたケーブルで、これめちゃくちゃ可愛くて買っちゃいました。すごいな。ケーブルってもうなんかガジェット系だとやっぱ一色っていうパターンが多くて、こんななんかストラップみたいに遊ぶ感じのってそんなないからめっちゃ面白いですそれ。そうですね。これもまあ充電もまあ通信もできるんで、それこそカメラのデータiPad に移したり iPad の充電したりとかっていうする何でも使えるんで、これ1本で済むならちょっとボリュームあってもいいかなっていう感じで選んでます。こっちは黒と、グリーンのスパイラルのケーブルになってます。すごい。なんかそれはなんか懐かしい雰囲気ある、そのグリーン。そうですね。ちょっとレトロチックな感じで、これはサカナクションのグッズで販売してたんで買いました。すごい、サカナクションのグッズでそんなのもあるんですね。そうなんです。あとこれ何だった、ヒーロークリップ的なのっていうのがもともとあると思うんですけど、これをサカナクションのグッズで作ってたんで買いました。すごいな。ファングッズとかじゃなくてなんか実用性の高いグッズがそうですね、結構やっぱり仕事柄ライブとか実際に行けないんで、ライブがあるたびに新作出たらネットで買ってみたいな、ネットで買うってなるとやっぱり使えた方がいいなっていうので基本的にモバイルバッテリーは使わないですね。入れてる時期もあったんですけど、結局なんか充電なくなったら帰ればいいかみたいな感じなんで、コンセントあるところとかあればこれで充電するかなっていう感じ。これだけあれば部屋の中で家の中でもどこでも何でも便利に使えるんで、外で使うっていうよりかは家の中の移動で常にポケットにカバンの中に入れてるような感じですね。iPhone と AirPods、昔のやつですね。iPhone は13ミニとかですか？13ミニですね。今日東京に来て Air も触りましたけど、やっぱりちょっと大きいなって思っちゃいました。サイズが薄さよりやっぱサイズの方がそうなんですよね。大事。結構やっぱり使いやすいなっていう感じ。それこそ iPad と並べた時にミニがジャストなんで横に並べて使ったりしてます。いいっすね。アップル最後の、そうなんです。アップルとしての会社最後のなんかこの感じかもしれないですね。もしかしたら。いや多分もうないですよね。もうないですね。なんでちょっとこれは AirPods ですかね。そうですね。AirPods のプロですね。ノイキャンのあるタイプで、ただここ数日で右側がちょっと砂嵐っぽい感じの音が出て壊れちゃったんで、この間出た新しいの買わなきゃかなっていうふうに思ってます。どのぐらい使ったんですか？これはどのぐらいだろうな、2年ぐらい使ってますかね。確か革系のアイテムになるかなと思います。結構黒めのものでブラックで統一してるんですか？そうですね。もともと本当にブログ始めた時は全部黒にしてて、黒レザーでまとめるのが好きだったんですけど、最近はちょっと鳥羽さんの影響で白系も入れて白でまとめたいなっていう感じにもなったんですけど、これはもう本当にずっと使ってるものになります。やっぱり革製品すっごい長く使えるんで、2018とかですかね、ブログにも書いてるんで、そのぐらいの時期からずっと使ってる。財布はファブリックの 3wayウォレットだったかな、を使ってます。もう本当にカードサイズで、カードと小銭がここ入るんで、小銭はやっぱり、いつ何があるか分かんないんで入れておきたいなっていうのもあってこれを選んでいます。味がいいですね。そうなんです。だいぶ。で次は鍵ですね。これはかっこいいですね。これは、エンダースキーマーのリバーサイドっていうキーホルダーですね。靴のなんか底の革を使ってるみたいで、結構強度があってしっかりしたキーホルダーになってます。おー、すごい。これはいいですね。ホテルのそうですやつの、モデルになって、前は結構大きいカバンリュック使ったんで、車の鍵を出す時にもうすぐ見つけたいというのがあって、大きいキーホルダーつけて探しやすくしてたのが始まりですね。あとはノー
ト、モレスキンのノートと、ボールペンはなんだっけ、ジェットスリムか、4色のジェットスリムですね、使ってます。これはもう仕事のノートになります。仕事で使う道具はもうこれしか入ってないっていうか、これしかないですね。逆に、はい、シンプルですごい。どういうことを書くんですか、仕事だと。要は売上係数的なところをメモしたりとかパッとメモ必要な時になった時に、メモ紙みたいな感じで使うっていうことが多いですね。本当にもうお尻のポケットに入れられて、ハードカバーだとパンパンになっちゃうんで、ソフトにして馴染むようなところで選んでます、これは。はい、もう一個一番高いやつですシグマ BF を、使ってます。いや、いいっすね。いいですね。こうやって他人の BF を見るともともと FP、シグマ FP 使ってて、動画も FP ですし、普段の投稿とかもやっぱり FP メインで使ってたんで、なんか機能とかはあんまり知らないというか、あんまりカメラの機能知らないんですけど、シグマが好きだから買っちゃったっていう感じですねあとはデザインがもう圧倒的にもうシグマでしかできないだろうなっていうデザインで、これで買っちゃいました。普段はじゃあ写真撮ったりとか、動画以外に使ってるって感じですか？そうですね、動画でも使いたいなとは思ってるんですけど、まだちょっと使い方分かってないんで、まずは写真で使っています。かっこいいですね。合わせてるストラップのとかも、これはコダックのストラップですね。シグマ FP のストラップ何しようかなって考えた時に、マップカメラさんのブログでシグマ FP に合わせるストラップみたいなのを紹介されてて、もうこれだなって一応これすぐここ外せるんで、それこそ本当だ、三脚に立てて撮りたい時とか邪魔な時はすぐ外せて、便利に使ってます。すごいワンタッチなのがいいですね。それ磁石？いや、ちゃんとここにボールがついてて、そこが噛むようになってます。押しながらじゃないと外れないようになってるんで。もともと知り合ったきっかけは多分ブログとかツイッターとかだと思うんですけど、職業とは全然関係ないことを発信してるじゃないですか。なんかそのきっかけみたいなのってあったりするんですか？そうですね、まず一番のきっかけは、お小遣いが欲しいなっていうのでブログを始めようと思ったんですけど、やっぱり始めるとなんかやっぱりちょっと違う、人とは違う感じにしたいっていうのが一番もともとにあるんで、ちょっといろいろ探しながら、それこそ鳥羽さんだったり堀口さんだったり平岡さんと圭介さんだったり、そこの4名のブログは、一番個性があったんでそこを見ながらいろいろ工夫していくのが面白くて、続けてこられたという感じですね。結構なんか明確にいろいろと変わっていった時期がある気がして、俯瞰で撮るときにキャンバスの上に物を置いたりとか、なんかあとロゴを作っていったりとか、そういうところ方向性がお小遣いじゃなくて表現の方に行って最終今自作キーボードとかだと思うんですけど、なんかそういう方に行く源みたいのってあったりするんですか？そうですね、やっぱり自分がやる意味というか、なんか他の人がやってることを真似するだけじゃ自分がやる意味ないなっていうふうに思ってきて、自分ができることってなんだろうなって考えて、ちょっと表現の仕方だったりとか、工夫して、なんかその写真とか動画とか見た時に、自分っぽいなっていうふうに思ってもらえるような表現したいっていうのが今につながってるかなと思います。なるほどな。そもそもの引き出しがないと、そう思ってもやりづらい気はしてて、何から始めていいか分かんないと思うんですけど、なんかそのインスピレーションの源というか、どういうとこから普段影響を受けてるのかなみたいな。そうですね、基本的には一人特定の人を目指してやるっていうのは絶対しないようにしてて、誰がやってるかっていうよりかは、パッと見てすごい好きだなって思った時に誰が作ってて、その人たちの周りはどういう人なんだろうなとかその人がどういうのを作ってるのかなとかっていうのをつなげていくのが多いですかね。結構いろんな情報があると、なんでそれがいいんだろうっていうのをそもそも考えないと、自分の
ものに作り変えられないと思うんで、まずはインスピレーションというか、パッと見た時にいいなと思ったのを徹底的に調べるっていう感じですね。なんかここからやっていきたいものとかありますか？こういう方法でやりたいみたいな。そうですね。ずっとキーボードをやるっていうのは考えてなくて、一応そのブログを立ち上げた時にそれこそ自分アパレル販売員なんで、ファッションによるっていうよりかは装いそのものをどう発信していくかみたいなのを考えてたんで、その時にガジェットだったり使うものだったり、あと身につけるものとか、あとはデザインとか考えることっていうのをメインにしてたんで、今回この使うものとしてキーボードを作ったんですけど、次はフォント、考えるもの、感じるものっていうところでフォントを考えていて、最後にアパレルまとうものっていうところで、アパレルやれたらいいなっていうところですごいちっちゃい刺繍入れるぐらいなんですけどねそういうところもできたらいいなっていうところは考えてます。じゃあ結構明確に。そうですね。とりあえずやってみて、それ1個にまとめたところで販売していけたら、ちょっとガジェットからファッションとかデザインとかいろいろつながって興味持ってもらえるかなっていうのがあるので、そこを最終的には目指していますね。ありがとうございます。はい、という感じで、宗介さんのカバンの中身とちょっと考え方みたいなのをちょっとお聞きしてみました。宗介さんのこのインドレッションのページが気になった人とか、あとドレッシングのこのキーボードが気になった人とか、ぜひ概要欄の方にもリンク載せておくのでチェックしてみてください。あとはトバログではこの宗介さんのカバンの中の他にもいろいろなクリエイターだったり、そういう人たちのカバンの中身とか、あとデスク周りとかルームツアーもしているので、そちらの動画もぜひチェックしていってください。こんな感じですかね。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちょっと眼福ですね。こんな感じの面白い。よいしょ。